太平洋戦争中の日本軍ではしばしば兵站を無視し、常識から外れた作戦が強行され、いたずらに犠牲者を増やしていった。背景の第一に挙げられるのは軍人に対する教育だ。まず将校を養成する陸軍士官学校。ここでは知識とともに精神力や体力を養うことに教育の重点が置かれた。余暇から本科へ進むと、戦術など軍事学の教育訓練が中心になったが、補給について教える時間はごく限られていた。陸軍の作戦用務令。これは軍隊を指揮運用する上での基本的な方法を定めたもので、士官学校でもその内容が徹底的に教え込まれた。この中では補給を当てにせず、精神力で難局を打開することが必要だと書かれている。陸軍大学校ではさらに徹底していた。陸大では参謀や高級指揮官を育てることに主眼が置かれたが、入校を許された将校のほとんどは歩兵、砲兵などの出身で、兵站を担当する士長兵出身は毎年わずかしかいなかった。教育内容も局地的な戦術面での着眼とか判断力を養うことが重視された。しかも太平洋戦争が始まってからも相変わらずソビエト軍との戦いを想定した戦略や戦術が教育の中心で、精神力に頼った短期決戦が強調されて、兵站はますます軽視されていった。こうした視野の狭い専門教育の中で優秀な成績を収めた将校が陸大卒業にあたって恩師の軍刀をもらった。そしていわゆる軍刀組のエリートとして陸軍中枢部の要職を占めていった。